皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日の点検対象はマンションブランドプラウドでおなじみの総合不動産デベロッパー野村不動産ホールディングスです。直近の決算では売上も利益も過去最高を更新し、なんと14期連続増配を達成している優良企業です。裏側を知れば知るほど面白い銘柄なんです。不動産業界ならではの財務の癖や今後の大きな成長余地について現場目線でしっかり深掘り点検していきますよ。本日も最後までご安全に。まずは初動点検のんびり点検シートです。配当利回りは 3.99% で基準の 3.0% をクリアし合格です。会社の稼ぐ力を示す ROE は 10.7% で 10.0% の基準をクリアし合格です。倒産しにくさを示す自己資本比率は 28.5% と基準の 50% を下回っています。ただし不動産業界は借金をして大きな物件を建てるのが基本スタイルなので、ここは後ほどじっくり点検します。利益の何割を配当に回しているかを示す配当成功は 41.4% で無理のない 50% 以下に収まっており合格です。本業で手元にいくら現金が入ったかを示す営業キャッシュフローは449億円のプラスとしっかり本業で現金を稼げています。続いて事業内容の点検です。野村不動産はどんな仕事で稼いでいるのでしょうか。事業の柱を点検してみましょう。全体の売上9425億円のうち最も大きな柱はマンションや戸建てなどを手掛ける住宅事業で4317億円を売り上げ、全体の約 45.8% を占めています。プラウドブランドの支持がこの柱を支えていますね。続いて大きな柱がオフィスビルや物流施設などを開発売却する都市開発事業で3187億円、全体の約 33.8% を占めています。さらにマンションやビルの管理を請け負う運営管理事業が1097億円 11.6%、 不動産売買の仲介を行う仲介 CRE 事業が623億円 6.6% と続きます。つまり自社で開発してドカンと売るフローの稼ぎとその後の管理や仲介でコツコツ稼ぐストックの稼ぎをうまく組み合わせているのが最大の強みなんです。続いて業績の軌跡点検です。過去5年間の業績のトレンドを見てみましょう。2022年3月から直近の2026年3月まで見事な右肩上がりの成長を描いています。売上高は6450億円から9425億円へと大きく拡大し、本業の儲けを示す営業利益も912億円から1382億円へと着実に積み上がっています。この背景には都心の分譲マンション価格の上昇に加えて都市開発事業でオフィスや物流施設などの収益不動産の売却が非常に好調だったことが挙げられます。一過性のブームではなく開発から販売管理までグループ全体で利益をもぎ取る盤石な体制が完成している証拠ですね。次は財務の深掘り点検です。会社の総資産は2兆8120億円と非常に大きな規模を誇っています。これに対して手元にある現金体力は368億円です。一方で銀行などからの有利子負債借金は1兆5994億円と現金に比べてかなり大きな金額になっています。こんなに借金あって大丈夫と思うかもしれませんが、不動産開発は巨大な金額が動くため借金というテコレバレッジを使って大きく稼ぐのが基本の戦い方なんです。いざという時のクッションである自己資本比率貯金箱の厚みは 28.5% をキープしており、会社としても自己資本比率 30% 水準を目安としてコントロールしているので安心してください。そしてここで深掘りポイントがあります。日本の伝統的な大企業は無駄な持ち合い株を持ちがちですが、野村不動産はなんと純投資目的以外の上場株式をすでにゼロにしています。無駄な資産を持たず稼いだお金をしっかり株主へ回す非常にクリーンで現代的な優等生企業なんです。
続いて還元姿勢の点検です。野村不動産は株主還元に非常に積極的です。1株当たりの配当金は2022年3月の 19.5 円から着実に増え続け、直近の2026年3月期には 40.0 円となんと14期連続で増配を達成しています。会社の方針として総還元成功40から 50% や配当成功にとらわれない DOE 株主資本配当率 4% を下限とするという明確なルールを掲げており、一時的に利益が落ち込んでも安定して配当を出しますよという力強いメッセージを発信しています。現在の株価は1000円前後ですから、最低購入金額は約10万円です。新NISAでコツコツ高配当株を集めたい私たち個人投資家にとっても非常に買いやすい手頃な水準にあると言えますね。続いて直近決算と将来目標です。直近の2026年3月期決算では売上も利益も全てで過去最高を更新しました。さらに来期2027年3月期も売上高1兆800億円、事業利益1500億円の最高益を見込み、配当も44円へ15期連続増配を予想しています。決算資料を見ると、芝浦の巨大再開発プロジェクトブルーフロント芝浦の開業費用等で都市開発事業が一時的に減益になったり空室率が上がっているように見えます。大丈夫かなと不安になるかもしれませんが、騙されないでください。実はこの超巨大オフィス、すでに全館制約済み満床なんです。2026年9月にはテナントの入居が完了し満床稼働する予定であり、そこから莫大な家賃収入がドカンと入ってきます。今は利益がへこんで見えるだけの仕込みの時期であり、まさに特大の金の卵が帰る寸前なんです。続いてチャート需給点検です。現在の株価は1003円付近で推移しています。会社が稼ぎ出す利益に対して株価が割安化を示す PER は 11.47 倍、会社の純資産に対する割安化を示す PBR は 1.15 倍となっています。不動産株としては標準的な水準ですが、これだけの連続増配実績と芝浦プロジェクトという来期以降の強烈な収益源を考慮すると、まだまだ点検しがいのある水準と言えそうです。最後にのんびりの判定です。野村不動産はマンション開発から巨大都市開発まで幅広く稼ぐ力があり、持ち合い株ゼロのカリーンな財務と14期連続増配という圧倒的な還元姿勢が魅力の銘柄です。約10万円から買える手頃さもあり、個人投資家にとっても非常に身近な存在です。さて、安全な指し値についてです。野村不動産の次期2027年3月期の年間配当金は1株当たり44円が予想されています。もし高配当の目安となる配当利回り 4.0% をしっかり確保したい場合、逆算すると1100円以下であれば十分に安全圏と言えます。現在の株価1003円付近でも利回りは約 4.38% とすでに魅力的ですが、もし市場全体の調整などで配当利回りが 4.5% に達する970円付近まで下がるようなことがあれば、そこは絶好の買い場として積極的に指し値を置いて狙っていきたいですね。長期的に配当をもらいながら保有を検討するのにふさわしい有料物件と言えるでしょう。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆様、本日もご安全に。